ホリエモンチャンネル。その後冬眠はどうですか？冬眠は私たちの研究機構の櫻井さんという方のラボが着々と進めてまして、今猿でなんとかですね、同じことをできないか。櫻井さんのラボでは本来冬眠なんかしないはずのハツカネズミですね、マウスをあるこの神経細胞を刺激するといきなり冬眠状態になるってことを偶然発見してですね、で今それ同じようなことが、猿でも起こせないかというのをやり始めてますね、彼ら。猿でやるとなんか結構やっぱり人間ももう近いかなみたいな感じになるんですか？そうですよね。猿でうまくいけば原理的には人間でもできちゃうだろうなっていう怖いな怖いというかね、多分ですね、直近では一番インパクトがあるのは救命救急医療なんですよね。要するに時間稼ぎ、やばい状態の時に時間稼ぎができるっていうね。だからそんなになんかね、何ヶ月もとか何年もとかそういうんじゃなくて、割と短期間でも非常にクリティカルな時にちょっとこう冬眠用に一瞬すると、そういうようなことが最初できるんじゃないかと思いますけどね。っていうかそれができたらすごいんですけど、それができるだけでもすごいですよね。いやもう完全に革命ですよね。いや、救命救急の分野にとってはもうこれは2時間ちょっと待ってよっていうね場面はいくらでもおそらくあるので、逆に言うとなんかそこをこうブーストさせるというかスピードを速める手段はなんかないんですか？手段はですね、お金ですね。お金なんだ。お金ですね。堀江さん出してくれませんか？お金いくらぐらいあるとできるんですか？いやだから結局はね、人とそういう例えば猿でまずやるんですけど、猿の研究者今足りてないし。猿の研究者足りてないんですか？僕らと一緒にやってくれる人がなかなかそもそも猿自体があまり使えないですもんね。コミュニティ研究者のコミュニティとしてもとっても小さいし、それぞれみんなね自分のテーマを持って一生懸命やってる方々だし、でも僕らそういうやってくれてる共同研究の猿屋さんがいるんですけど、彼のところの人員も足りないし、それから何よりも猿ですよね。猿っていやもうこれも1匹何十万円もするんで。それはなんか何百億とかっていう単位ですか？いやそんなに今の段階ではいらないですよ。本当に人で臨床治験とか臨床試験をやるようになったらそういう単位が最終的にはいるようになりますけど、今の段階ではもう数億とかあればもうかなりガーッと加速できると思います。じゃあ何かやりますか？お願いします。そろそろこれだけでも今日ここに来た甲斐があったかもしれない。そろそろやれるかなっていう。いやでもこれは本当に実現したらすごいことになると思うんで。ディスラプティブってやつですよ、いわゆる。まず救命救急は変わりますけど、それの後が怖いですね。そうですね。みんな冬眠しちゃうんじゃないかって。世の中が進歩するまでみんな寝ちゃうんじゃないかなずっと。正確には寝てるんじゃないんですよね。そうですね、寝てる状態とは全然違いますね。覚醒はしてるんですよね一応。その辺もね、だから難しいんですよ。意識がどうなってんのかとかね。そのネズミでいろいろそのあたりは実験してますけど、でも今のところねちゃんと記憶も保持されてるみたいだし、完全に少なくともハツカネズミはそういうのも今2ヶ月とか3ヶ月とかこう続けられるようになったんですけど、ここで元に戻すとちゃんと一応調べる限り健康な状態で元に戻ってくんで、ちなみに2ヶ月3ヶ月続けるにはですね、時々起こして、ずっとだとなんていうの、エネルギー消費ゼロじゃないんで、痩せ細って死んじゃうわけで食わせなきゃいけないんですよ途中でね。途中でちょっと起こして食わしてまたやってって、これを繰り返して何日かに1回起こしてみたいな。何日かに1回は起きるんだ。起こすんですね。そういうふうに操作してその間食わせて、もちろんなんか胃管みたいの入れればそういうこともしなくてよくなるのかもしれないですけど。そうですよね。そうですよね。そのあたりはいろいろやり方はあると思いますけど、そういうことはネズミではもうできるようになってるんで。すごい。ついに猿が。次は猿です。でも猿でうまくいったらね、次は。そうですよ。かなりほぼ人間と一緒ですから。睡眠の方は
睡眠の方はですね、僕らの研究はまあ今大きくなんていうのかな、二手あって、一つはもう本当に基礎的な原理の追求ですね。まあ簡単に言えば眠気とは何ぞやっていう、当たり前ですけど長く起きてりゃ眠くなるわけじゃないですか。徐々にこう睡眠に対する要求が溜まっていくわけですよね。であるところから自覚的にも眠くなるし、やがてものすごく眠くなる。でその眠気を取るには眠るしかなくて、眠ってる間にまあそれがだんだん解消すると言われりゃ当たり前のことなんですけど、これメカニズム分かってないんですよ。だから今溜まっていくって言ったけど、一体何が溜まっていくのか。何が溜まっていくのか分かってない。そうそう。で今溜まっていくっていう表現をしましたけど、その溜まっていくっていうのは本当に非常に概念的なもので、その昔はね、その脳内に何か睡眠物質みたいなものが溜まって、文字通り溜まっていって眠くなるって思われてた時期もあるんですけども、それは違うでしょ、多分。ほぼ否定されてる。私24時間超える、アドベンチャーレースっていうのに出てるんですね。24時間とか36時間とか、まあひどい大会になると7日間とかあるんですけど、まあ、7日間になるとさすがに無給で無睡眠で走り切ることは無理なんで寝るんですけど、24時間とか36時間のレースっていうのがもう早いチームはほぼ寝ないで行くんですね。僕もだからそのレースに参加してるからあんまり眠れないんですよね。眠ると遅くなっちゃうんで。そうですね。だからほんと仮眠とかなんですけど、山の中とかでもう真っ暗闇の山の中、山道ですらないようなところを歩いていくんですけど、幻覚を見るんですよ。あるでしょうね。24時間30時間とか過ぎるとそういう症状出てくるって言いますよね。だからまあ僕なんかすごく最近 AI の話をしていて、生成 AI とその24時間超えて幻覚を見る現象とお化けとかそういうものが全部これつながったなと思っちゃったんですよね。なるほど。だからお化けって手足がないじゃないですか。で生成 AI も初期の頃のやつって指が6本になったりとかしてたじゃないですか。人間って多分その枝葉というか枝葉末節の部分ってあんまり気にしてないんだなっていうのがすごくよく分かって、幻覚を見やすい人、あるいは薬とかまあ脳の構造的に幻覚を見やすい方も結構いたりとかして、その人たちは出てるあそこにほら人がみたいなこと言うんだけど、僕らは割と普通なんで、普通のちゃんと寝て起きて寝て起きてっていうのを繰り返してる人間は見えないんですけど、僕も24時間とか過ぎるとすっげえ綺麗に見えるんですよ。人がいるみたいな。わかります。山の中なのに人がいたりとか、人によっては家があってなんか若い女の人が手を振ってるとか。いやだからそういう相当やばい状態ですよね、脳の中はね。あれだからどうなんですかね。よく寝ると短期記憶が長期記憶に変わるとか言うじゃないですか。受験勉強とかしてる時も僕すごくよく寝てたんですけど、寝るとすごい記憶定着するんですよ。だから短期記憶のストレージがいっぱいになってそれが溢れ出てる状態なんじゃないかなっていう。まあそうとも言えますよね。まあそれとあとやっぱり脳全体の記憶も含めたメンテナンスができない状態なので、要するに我々のコンピューターは24時間オンラインでずっと働き続けることができないんですね、なぜかね。なぜかその記憶のそういう定着とかもダメになるだけでなく、そういう余計なことをし始める。要するになんていうかシグナルトゥノイズレシオが悪くなるみたいなね、そういうことが次々起こっていくわけですよ。で要するに睡眠っていうのは皆さん知ってるかどうか、睡眠中も我々の例えば大脳皮質の燃費はそんな下がんないんですね。っていうかほとんど下がんない。エネルギー消費、要するに平均活動性としてはほとんど実は下がんないんですよ、睡眠中も。だからコンピューターに例えて言うとスイッチはオンのまんまで働き続けてるけどオフラインの状態でなんかメンテをやってる、そういうイメージですね。睡眠っていうのはそういうもの。オフラインメンテです。オフラインメンテっていうか、まあ多分だから認知機能はあんまり働いてないんでしょうね。だから外界とのなんていうかやり取りはまあほぼなくなってる状態ということです。だからインプットがないってことですよ。インプットもない、アウトプットもないけど、インプットアウトプットもほぼないような状況ですよね。それで何か中でやってるんですよ。で実はねそれも大きな謎なんですね。さっき
眠気の正体が分かんないって言いましたけど、それと今言った睡眠中に実際脳は何をメンテしてるのか、具体的に何をどうしたいのか、それがですね実はよく分かってないんですね。でも自律神経系とかとはつながってるんですよね。つながっててまあノンレム睡眠レム睡眠ってありますけど、レム睡眠中は自律神経系非常に活発になって、レム睡眠って非常にちぐはぐな睡眠でね、いわゆる鮮明な夢を見る睡眠なんですけど、だから幻覚なんかもレム睡眠と一部脳の状態が近い可能性がありますね。で、いずれにしてもレム睡眠の時ってそういう鮮明な夢を見るので、その大脳皮質の一部分はちょっと覚醒と近い状態なんですよ。ではじゃあ、ね、レム睡眠は浅い睡眠かというと実はそんなことなくて、いろんな、ね、ネットとかにレム睡眠浅い睡眠って書いてある、あれ誤りで、レム睡眠中っていうのは実は外界から脳はすごく切り離されていて、例えば何デシベルの音を聞かせたら起きるかっていうのをやると、レム睡眠中っていうのはノンレムの一番深いところと同じぐらい深いんですよ。それからモーターアウトプットですね、運動出力もほぼ完全に遮断していて、レム睡眠中っていうのは我々もう完全に体の力が抜けるんですね。脱力する、筋肉が完全に脱力した状態になる。呼吸筋と目だけは別なんですけど、それ以外は完全にだらっとした状態になる。なんで呼吸筋だけは動いてるんですか？それ動かなくなると死んじゃうからなんですけど、うまくできてるんですね。それで自律神経はそれなのにすごく逆に活発になって、呼吸とか心拍はすごく不規則になるんですよね。だからすごくちぐはぐな睡眠、なんて言ったらいいか、で決して浅い睡眠ではない。だからそういうこともありますね。だからレムとノンレムがどうして両方大事だってことは分かってるんですよ。レムもすごく健康の維持や脳の機能に大事だと分かってるんですけど、どうして2種類あるのかってよく分かんない。最近の話題はあれですよ、去年かな、サイエンス誌に大きな論文が出たんですけど、タコにもどうもレム睡眠用のものがあるっていう論文が出て、タコって無脊椎動物で、彼らすごいでっかい脳を持ってるんですよね。タコって脳がね9つあるのかな。9つ、8本いわゆる腕があるじゃないですか。でその各腕の根元にそれぞれの腕ないし足を制御する脳が8つあるんですよ。でそれを統合する真ん中にも脳がもう1個あって、脳が9つある。で彼らすごく頭いいんですよね。ご存知、例えばネジ蓋のついたガラスの容器に餌を入れておくと、そのネジ蓋開けてくるんですよ。そのぐらいのことはタコはできる。どうやって開けるか自分で探って、そうですよね、試行錯誤した。そうでもそれぐらいはできてもおかしくないです。そのぐらい頭いいんですけど、タコってあとすごい上手にカモフラージュするんですよね。その周りの環境とその瞬時に肌の色やテクチャーを変えることができて、デコボコとかスムーズとかそういうのも変えることができて、で周りの環境に化けるんですけど、タコも眠るんですよ。でタコも眠るっていうのは結構昔から知られてんだけど、その眠ってる間のタコを観察するとですね、何十分かに1回数分間もうね眠ってるから動かないんですけど、いきなりですねこのスキンの体表のがブワーっていろんな模様が出てきたり黒くなったり、要するにあたかも夢を見てるように見える。なるほど。でその間は全然なんか脳のその活動状況も変わっていて、非常にだからなんて言ったらいいか、その哺乳動物のレム睡眠みたいな感じ。これねYouTube をタコ夢って検索するとそういう画像が出てきます。タコの夢ね。無脊椎動物なんで我々とは全くそのいわゆる解剖学的な相動性はないわけですよね。タコを例えると我々の頭から腕が8つ出てるわけで、そういう構造なんで。いやほら人間って心臓1個しかないじゃないですか。そうね。他は全部あんのに2つずつ。1個止まったら終わりですもんね。だからやっぱ不完全なんじゃないかなと思うんですよね。だって脳だって2つあるわけじゃないですか、要は。そうですね。片方しかも死んでもなんとかなるじゃないですか。あとね動物の睡眠で最近見た論文ですげえなと思ったのは、なんとかヒゲペンギンとかってペンギンの類なんですけど、鳥類ですよねペンギンだから、これがね
合わせると1日10時間ぐらいよく眠るんですよ。はあはあ、ところがね、睡眠の仕方が1回4秒か5秒の睡眠を数千回繰り返す。信じられないでしょ。4秒ぐらいパッと寝てまた起きてってそれを繰り返してる。へえ。そういう眠り方を。まあどういうやり方もあるんでしょうけど、結局複雑になってくるとなんかやんなきゃいけないっぽいですよね。そういうことなんですね。いずれにしてもそういうメンテが必須であると。ある程度複雑になると。だなんか組み替えとかをやってんでしょうね、なんかね、綺麗にね。おそらくそういうことだと思いますね。その要するに起きてる間っていうのはこうワーキングメモリーが常に回り続けてるわけですよね。起きてる覚醒を定義すると外界の何かいろんなインプットに対して我々のコンピューターも秒以下のオーダーで常にリアルタイムで反応し続けてるのが覚醒ですよね。だからこそこうやって喋ったり、喋るって言っても自分の声を常に耳で聞いて、相手の言ってることを聞いて反応し続けてるのが喋ってるって状態なので、歩くにしたってみんなそうですよね。それが覚醒なので、それをずっと続けることができないんですよね。その要するにワーキングメモリーが働き続けてるから、コンピューターもそうですけどガーベージみたいなの溜まってっちゃって、その記憶素子がガーベージコレクションやってるようなもんなんでしょうね、多分ね。だからそれでやがてはそうやってそのシグナルノイズレシオみたいなのも悪くなって、SN 比が悪くなってっちゃったり、そういうことが起こるので、おそらく睡眠中にそれを是正して元に戻してると考えられてるんですけど、でそれと同時にそういう長期記憶に重要なことは移すとかね、そういうことが行われてると考えられてるんですけど、あれシナプスがなんかそうです組み替わったりするんですか？そうですね。シナプスっていうのは神経細胞同士が接合している構造で、我々の脳に神経細胞が10の11乗こうあるとされていて、10の11っていうのはだから1000億1000億です、でシナプスはその1000倍あるんですよ。1個の神経細胞に平均1000個ぐらいシナプスがあるんで、シナプスは10の1000個もあるんですか？1000個もある。1000個もあるんですか？1000個もある。だから10の 11×3 でよく知らなかった。14乗個あるんですよ、シナプスは。1000個もあるんですか？ 1000個もある。1個の細胞あたりですね。マジっすか？はい。そりゃ生成 AI もあんだけパラメータ必要ですね。そうなんですよ。あれもだから今もう超単位になってきてるんですかね。なってると思いますね。いずれにしてもね、そのシナプスっていうのが我々の脳のいわば記憶素子みたいなもんなんですよ。一個一個のシナプスが。それがだから10の14乗個あるんですけど、それがだから起きてる間にこう実はね、だんだんでかくなっていくんですね。物理的にもでかくなるし、でかいと太くなるってこと？接触面積が上がっていくんですよね。本当に文字通り大きくなる。膨らむっていう現象が知られてて、その神経細胞があってそこからうにょうにょとシナプスが出てるじゃないですか。それの接合してる部分がシナプスで、隣の細胞とね、それがね接触面積が少しずつ増えて、そのシナプス強度っていうんですけど、このシグナル伝達の効率みたいのも増えちゃうんですよ。で増え続けることはできないので、どっかでリセットしなきゃいけないわけですよね。それが睡眠だと言われてるんですが、僕に言わせるとなんでそのオフラインにしなきゃいけないのって思うわけですよ。オフラインにしなくてよければね、うまくオンラインで働き続けながらそういうメンテもやれればとってもいいと思うんですけど、そうじゃないんですね、生物学的なコンピューターは。たまたまそうなってんでしょうね。今だからその神経系を持つ動物は全部眠るってことになってるんですよ。これも7年8年前ぐらいに簡単に言うとクラゲも眠るっていう論文が出て、クラゲはですね脳はないんですよ。クラゲってちゃんと傘を動かして泳ぐし、こう触手を伸ばしてプランクトン取ったりするんですよね。だから、我々から見て動物らしい動物ではあるんですが、だからそういう素早い動きもするんで、神経系は持ってるわけですよ。だけど脳と呼べるものは持ってなくて、分散神経系っていうんですかね、体中に神経細胞のネットワークはあるんだけれども脳は持ってない、だけどそれでも寝ると。でもシナプスでつながってはいる。つながってる。だからそういう神経系が発達してくると睡眠というものが必要になると。ちなみにこう体に走ってる神経っていうのはどんな感じのネットワークなんですか？末梢神経はだからすごくその一つ一つの細胞がこういうもう何十センチっていう高度を出してるわけですよね。
例えば運動神経っていうのは例えばこの辺の筋肉に脊髄からこうダーッといってるわけですよ。本当に一つの細胞も何十センチものこういう電線みたいなものを出していて、特殊な細胞ですね。非常に特殊な細胞です。ある意味バカでかいです。バカでかいですね。バカでかいです。最大の細胞みたいな。だからそういうものすごい細いですけど長さだけで言ったら文字通りだって脊髄のここからここまで来てるわけですからね。足だったらここまで来てるわけですから。そうですよね。脊髄にはいろいろ詰まってるんですか？そうですね。脊髄は脳の延長みたいなもんで、脊髄って背骨の中にあるやつですけど、あれはまあいわゆる中枢神経なんですね。ここまでは。あ、そうなんだ。脳の延長ですね。はい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 。脳の延長でその先はこうあれね、何十個とか何百個が束になってるんですか？いわゆる目に見えるなんとか神経ってありますけど、あれはそんなレベルじゃないですね。何万本のそのコードが束になったものが目に見える神経ってやつです、ね。そうなんだ。でそれぞれが最後の末梢なんか動かすところとかにつながってるんですね。それに筋肉につながってる。そっか。それはでも触覚のセンサーにもなってるわけですか？そうですね。インプットアウトプット両方。インプット用の細胞はこういろんなところに触覚のセンサーとか温度のセンサーとかを持っていて、そこから本当にやはり脊髄まで。知覚神経、運動神経って両方あるわけですけど。はい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 。認知と運動両方ともやってるわけですよね。で運動は反射もするわけですよね。そういうことですね。反射っていうのはだから正確に言うと脊髄のレベルで起きるんですよね。例えば有名なのはここを叩くとこういうふうになりますよね。室外反射って。これはだからここにテンションのセンサーメカのセンサーがあって、それを感じるとこの腰椎に入って腰椎でこれ脳は関係してないんですよ。脳っていうか脊髄のレベルでこの四頭筋をこうピッと縮める。脊髄反射ってやつですね、いわゆる。そう。はい。なるほど。ここはだからどうなんですか？脊髄とかも眠ってんですか？おそらく眠ってますね。それグッドクエスチョンで、脊髄が睡眠中にどうなってるかってどこまで研究されてるのか私もよく知らないけど眠ってるはずですね。そうですよね。なんかクラゲが眠るんだったら眠ってそうですよね。要するにそのクラゲの論文の結論っていうのはね、睡眠はその系統進化のプロセスの中で睡眠は脳より先に発明されたっていうことなんですよね。なるほど。だから脳はこう何回か発明されてるんですよ。別々に。例えばだからさっき言ったタコもはじめね、無脊椎動物の脳と我々の脳は神経細胞のレベルまでいくとすごくよく似てるけど、脳全体としての構造は全く相動性がないんですね。全く別物で、体の形もだからここから足が生えてるような動物なんで全く我々とはボディデザインが根本的に異なるんだけど、その神経細胞まで遡ると共通で、その神経細胞しかない要するに脳のないようなクラゲも眠ると。だから次の段階になると例えば海綿のように多細胞動物だけど神経系がないですね、あれは眠るかどうかまだ分かってないですね。でこれで結論的には何が行われているのかなんとなく想像はついてきたんですか？全然つかないですね。こんだけ睡眠やってるのに。やってても、例えばノンレム睡眠って一番よく聞く、例えば記憶の整理とかそういうのを一番深く研究されてるのはノンレム睡眠中の出来事なんですけど、ノンレム睡眠の最大の特徴っていうのはこの大脳皮質の神経細胞が起きてる時はね、遠くから見るとすごいランダムに活動してるんですよ。それはコンピューターもそうですよね。なんかランダムにトランジスタランダムに活動してるじゃないですか、複雑な計算をしてればね。それは同じなんですよ。我々も覚醒中の大脳皮質の細胞遠くから見るとランダムに活動してる。それがノンレム睡眠の深いところになるといきなりですね 0. 何秒かバーッと活動して一斉にブワーッと 0. 何秒か休んでそれを繰り返すモードに変わるんですよ。で全体としては 2Hz とか 3Hz ぐらいでこう活動して休んで一瞬休んで活動してそういうモードに変わるんですよね。でそれがすごく大事だということも分かってるんだけど、それをやって何になるのよという。でもシナプスは元の大きさに戻ってるんですか？そうそれの間に戻っていくということになっててね。それでね最近私たちの自身の研究で言うとですね
去年の暮れにサイエンスってこれも大きな雑誌に論文を出したんですけど、私の共同研究者の C さんっていう我々の睡眠研究機構の若きホープの研究者が出したんですけど、さっきシナプスが大きくなるって言ったじゃないですか、覚醒中に。でそのこと自体が睡眠を誘導するか因果関係があるかどうかっていうのは分かってなかったんですよ。で彼らはですね、東大の笠井春夫さんっていう我々の共同研究者が新たに開発したある生物学的なテクノロジーというかツールを使ってですね、強制的にというか人工的にシナプスをちょっとでかくする技術なんですね。それをやると、ネズミの大脳皮質の前の方、前頭前野っていうとこの辺の大脳皮質でシナプスを大きく人工的に大きくしてやると本当に睡眠が誘導されて、しかも深く眠る。だから世界で初めてそういうシナプスが大きくなることが睡眠、要求の一つの形だってことですよね。そういうことをやるとそれによって睡眠が誘導されるっていうのを世界で初めて見つけた。これは僕はでかいステップだと思いますけどね。で僕らがいつも10年近く前からやってる眠気を運ぶらしい、眠気を表現するらしいタンパク質を見つけてるんですけど、それとその今言った現象の関係が今どうなってるのかっていうのがまだつながってないので、つながってはいないんだ。要するに普段僕そういう研究してるんです。すごく基礎的な。でそこで言いたい質問なんですけど、そのシナプスが大きくなると何が変わるんですか？記憶のなんかその強度みたいなの。そのシナプスだけ見てると、要するにこっちの細胞の情報をこっちにつなげるのがシナプスの役割ですよね。そのつながりが太くなる。伝達の強度っていうんですけど、シナプス強度が上がった状態になるんですね。でそれが起きてる間に平均シナプス強度がだんだん上がっていっちゃうってことが知られてて、そのままだとサステインできないわけですよ。である一部のシナプスがでかくなることがまさに記憶の正体なんですよね。それこそが記憶ではあるんですけれども、かといってあちこちでどんどんシナプスが大きくなっていったらそれはサステインできないので、どっかでリセットすると。でリセットする時になぜか睡眠なるそのオフラインモードが必要である。でもリセットされないものもあるんですよね。だから重要なよく漫画的に説明されるんですけど、記憶を反映するシナプスが余計大きくなるじゃないですか。でどうでもいいものはちょっとだけ大きくなるみたいなね。で、睡眠中にそれらが無差別に全部下がると。だからちょっとだけ大きくなったやつは元に戻っちゃうんですよ。だから消えるわけですね。なるほど。すごく大きくなったやつはまだ残ってるから、それが長期記憶にやがて結びつくトレースになると。そういう考え方ですね。なるほどね。結果としていわゆるさっき言ったシグナルノイズレシオが上がるわけですよ。そういうふうに考える。そういうふうに考える。より鮮明に必要なものだけ取捨選択して残す。そっか。アナログ的に100から0までいろんなグラデーションがあるわけですね。そういうことです。そのシナプスの強度っていうのは。である程度下げれば、例えば10以下の敷地でクリアになるわけだ。だから10や20以下の小さいシナプスは消えちゃうと。クリアですね。そういう考え方なんですね。考え方としては。でおそらくそういうことが起きてるんだろうとは思うんですけれども、これはなんか想像なんですか？状況証拠はだからいろいろあるんですよ。例えばだから長く起こしてると全体的なシナプス強度、大きさって言っても大きさと強度はほぼ一緒なので、シナプスがだんだん平均的にはでかくなってるっていうことは分かってるし、それで眠るとそれが平均的に縮まるっていうのも分かってる。だけどそれがその睡眠覚醒との間にどういう因果関係があるかっていうのはよく分かってなかったわけですね。それから何より一番分かんないのは睡眠中にどうしてそれが元に戻るのか、そのメカニズムもよく分からない。睡眠中に戻るのか、なんで戻すのに睡眠が必要かという言い方もできますけど、さっき言ったそのみんなで一緒に発火して一緒に休むっていうね、 0. 何ヘルツで、それなんかたまたまのような気もしますけどね。たまたまじゃ多分ない。それが多分必要であるのは間違いないんですよ。
なんで必要かがわからないのか、想像はできないんですか。まあいろんな仮説はありますね。そうじゃないのっていう推測は。有力な仮説は何なんですか。毎週水曜19時から新経済エンターテインメント番組リアルバリュー放送中。ホリエモンチャンネルとミサキチャンネルで交互に配信されます。リアルバリューにいってらっしゃい。名前関係ないよ。何これふざけてる。ヤフオク出せばいいじゃんってなりません。女性が女性は関係ねえ。だからこの事業は価値があんまりないよって話をしたいんですよ。何しに来たんだよって話なんだよ。ふざけた感じで言ってんじゃねえよって。すいません、申し訳ないです。よく分かんなかったんで。なかなかこう理解しがたい。そこどう考えてるんですか。本物の起業家だけを選別するリアルバリュー。